世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。瞑想に関してなんですけども、以前も瞑想に関してヨグマラジに伺ったことあるんですが、やはり瞑想が今非常にビジネスマンでも注目を集めて、私も非常に興味を持ってるんですけども、瞑想っていうのはどういうものなのかっていうのと、何をやったら深めていけるのかっていうあたりを伺えたらと思います。私たちはね、生物でありね、動物であり、人間ですけれどね。で、常に仕事をしたりね。で、心もすごく動いているんですよね。だからその心をね、平和にしたいっていうね、平和にすると、やはりいろいろくしゃくしゃ考えないで、悩まないで、そしてすごく穏やかになってね、でエネルギーも充電されてね、よく皆さんはね、睡眠をとったらいいっていうことでね、病気の時なんか横になってね、そして免疫力を高めて早く病気が治るようにね、仕事をしていたり、あるいは悩んでいたりしたらね、エネルギーを消耗するのでね、なかなか病気が治らなかったりするので、すごくそれこそ人によっては睡眠眠くなるような薬ね、風邪薬なんかにも眠くなるようなそういう薬も処方されているみたいですけれどね、そうやって休めてね、そうすると免疫力が高くなる。で、そして早く病気に打ち勝つ力も出たりね。だから普段すごく皆さん特に現代人はね、忙しくてね、次から次へクリエイティブな仕事をしていかなくちゃならないとかね、ねばならないっていうことで心を使いすぎて、また心配したりね、周りを気にしたりね、競争社会ですごくストレスを感じて心を使いすぎている。また体もね、筋肉を鍛えたり、本当に中毒のように鍛えたりね、ねばならないっていうことで、この癖になってね、例えばジョギングとかね、その休んでいられないみたいに常に先に行って焦っているって。でも仕事もね、焦ったから仕事ができるっていうことじゃなくて、だから例えば落ち着いてね、ものを考えて、だから集中力とかね、試験なんかね、気が散漫だとなかなか暗記できないとか、まず集中力っていうのを身につけなくちゃいけないわけですよ。で私はヒマラヤ秘境の瞑想をね、ヒマラヤシッター瞑想っていうのを指導しているんですね。でやはりそれすごく贅沢にね、やはり私たちのこの体っていうのはね、小宇宙っていうんですけれども、これがずっと使ってきたので、先ほど言うように使ってきてね、でもう本当に使って疲れてる時はね、もう大変ね、朦朧としていたりしてね、でもう病気になっていてもわからなかったりね、だからもうちょっとリセットするっていうことが必要なんですね。でどうしていいかはこの中側のことがどうなってるのかって見えないわけですよ。だからその瞑想っていうのはね、ヒマラヤの聖者が発見したんですね。それは私たちの内側どうなってるのかっていうのはもう5000年以上昔からね、この神に出会いたいっていうことで、私たちも神が作られた、そうした一つの作品なんですよね。それで、インドの聖者の方々はね、神に出会いたいということで、自分たちをこの宇宙を作った存在、また自分たちを作った存在に出会いたい。でゴッドリアライゼーションって言うんですけど、神を知っていきたいっていう。だからこの外側の神っていうかね、宇宙の神とかそういうのと、でもう一つこの自分のこの小宇宙ね、そこの中にいる神っていう、それは本当の自分っていうね。
そこに出会いたいっていうところで、それを出会っていくのにこのごちゃごちゃになってると、どこに何か自分の家の中にね、なんか大事な宝のものがあるって、例えば大事な鍵でもいいんですけど、どっかしまい忘れちゃったってね。でもいろいろ雑多になってたら、一つ一つこうね、明らかにしてなんかかき回してね、分けてね、どこにしまってあるかっていうことで探していかなくちゃならない。だからもういろいろなものがね、こう私たちの体の中にあるので、それを沈めたり取り除いたりして、でこうすごくこう平和になっていかないと、この奥にあるものがね、こう浮き上がってこないわけだ。だからその源の存在ってね。でそこに私たち創造の源の存在って、それ宇宙にもあるわけですけれども、それを探し当てると、そうするとそのプロセスですごくね、こう平和になっていくって、それを瞑想っていうんですね。だからメディテーション、ディアンっていうんですけども、ディアンっていうのね、そこから禅ってなったらね、禅なってこう言葉をこう漢字を当てはめてね、禅なってなって、ディアンってサンスクリット語で言うんですね。で禅なってなったんですね。でそれが禅に上だけ取って禅になったんですけれども、それ瞑想の一部である。そういうふうにしてこう本当の自分に出会っていく、神に出会っていくっていうところで、じゃあどこから取り掛かったらいいかってね。で私たちは一体何でできてんのか。こう肉体もあるし心もあるしね。じゃあ心はどうになってるのか、ね、肉体はどうになってるのかっていうところでね、それで目とかね、耳とか鼻とかね、それ感覚で、耳の音が聞こえるとかね。でそれは音から入ってくる瞑想もあるし、こう映像から入ってくる瞑想もあるしね。そういうふうにいろいろ体の感覚から入るとかね。そうやって、ヒマラヤの聖者は源のね、神に出会っていく。でそれにはこうね、やはりガイドの先生がいて、そういう道先案内人がいないと、どこにこう世界中旅したいって言ってもね、どういうふうに行って、例えばアメリカに旅をしたいって言っても、どっからニューヨークから入るのかね、ロサンゼルスから入るのか、サンフランシスコ入るのかね、入ったらどこのホテルに泊まるのかってか、何にも知らないと行かれないでしょ。だからガイドがないとね、それ体験した先生にね教えていただくとね、悟り得た先生に教えていただくと、間違いなくその寄り道をしないでね、それで安全に導かれるっていうことなんですね。そうやって本当に神秘の力のね、見えないところにあるあなたの中のね、本当の自分っていうものに出会って、でそれがそのプロセスを瞑想っていうんですね。メディテーション。そうするとすごく順に平和になってエネルギーが充電してね、そうやってこう仕事もできるようになる。じゃあこの辺で今日のお話をね終わらせていただきます。